さんこんにちは、漫画家の新本慎です。はい、エス君です。よろしくお願いします。さあ今日はですね、はい、ちょっと今まで洋服の描き方とかをいろいろ教えてきたんですけども、その時に必要だなと思った柄あるじゃない。洋服の柄とか、あと小物に柄とか必要じゃない。はいはいはい。その柄の描き方をあえて今日はいっぱい教えてみたいと思います。まあ柄っつってもやっぱ種類確かにあるもんね。そうなのよ。で、柄って多分パターンを自分の中で何個か覚えておくといろんなものに応用できるから、背景にも使えるしね。小物にも使える、洋服にも使えるし。なるほどね。あと、今日はお絵描き初心者さんに向けて、あえてこの鉛筆一本で描ける柄を説明しようと思う。本当はほら色とか何色も混ぜたりして、カラフルな柄を出すこともできるんだけど、まずは基本中の基本、ペン一本でできるっていうのが大事だと思ってるので。なるほどね。みんな絵描き始めたばっかはまず鉛筆一本から始めるじゃん。いや、まあ確かに。その人がすぐ実践できる柄の描き方を教えたいと思いますので、ぜひ参考にちょっと彩り豊かな、なんていうの、柄豊かなイラスト描いてみてください。それでは早速行きましょう。じゃあ、今日はですね、8個の柄を教えていきたいと思います。使うのはこちら、鉛筆っぽいシャーペン1本です。じゃあ、早速どんどんいきます。まず1つ目はですね、水玉です。書き方をこの四角の中で説明していくね。水玉模様っていうのは本当簡単で、こういう丸いドットをなるべく均等に打っていけばいいです。なので、まず横1列、同じ間隔で丸を打ってください。そうしたら今度この隙間の間に1個丸を打ってください。で、ここも均等になるように切れちゃうところにも打っていく。そしたら今度はこの上の列、この列このスタンピーッと下ろしてきたここの位置に丸を打ってあげてください。こんな感じです。そしたらさらにこの次の段はここ。っていうのを永遠に繰り返すだけです。なるほどね。なるべくこれを慎重に均等にやってあげることが大事。こんな感じです。で、どんなものにも使えて、今回は分かりやすくリボンに使っていきたいと思います。今回ここ黒く塗りつぶした水玉だったじゃん、あえてこれを中を塗りつぶさないで、こうやって丸く取っていくのもありなの。こうした後に外側を塗る。なるほどね。そういうパターンもいけるわけね。こんな感じです。中を黒く塗ってあげると、これはこれで可愛いと思います。ということで1つ目が水玉ドットでした。じゃあ2つ目いきます。2つ目はですね、ストライプもしくはボーダーです。なるほどね。まあ、今回はあえて、縦線のことをストライプ、横線のことをボーダーっていうので、まあ縦線のストライプでいきます。やり方は同じで、まず均等の間隔で線を引いていきます。まあ正直この線だけでももう細いストライプなんだけど、まあよかったらこう太めのストライプがいいときはこの間隔を一定間隔で塗っていきます。細かったら、その線をもっと細くしろってことね。そうね、そう。太さはね、選べるし、線の細さを変えていくと、そのマルチボーダーとかそういう名前にちょっと変わる。まあこんな感じで均等に塗っていけば、縦ならストライプ、横ならボーダー。で、まあどういう場所に使えるかなっていうと、ストライプの場合シャツとかが多いかな。ボーダーも T シャツとかが多いから、マリンルックみたいなやつとかが多いかなと思います。で、使用例をここに書いていきます。ポイントとしては生地の向きを気にすること、例えば分かりやすいのはこの縦の部分、ここは分かりやすくて、ここが分かりやすいよね。でもそしたら袖がこっちの向きになってるじゃない、ちゃんとこの洋服の向きに合わせて線を引いてあげるっていうのが大事です。縦にじゃなくて、その線の向きで考える。そう。で、服のデザインにもよるんだけど、あえて袖とかはこういうふうに布のデザインがこう切り替わってることが多いストライプとかだと。逆に横になる。あと襟とかこういうところが。こういうふうになってることも多いので、これはよかったらね、ちょっといろんな服を参考にしてもらいながら見てもらうといいんじゃないかなと思います。こんな感じ。パジャマにも見えるね。確かに。こんな感じでシャツとかに使いやすいんじゃないかなと思います。3つ目の柄はですね、チェック柄です。チェックね。チェックっていうのは要は今言った縦線横線を交差させればいいだけなんだけど、ちょっと上級者向けのチェックを教えます。これだと、まあみんなわかるシンプルなチェックじゃない。まあ同じ間隔で引くのが大事なポイント。でもさらにここにちょっと太めに描いた線の横に、よかったら1本細い線を描き足してってあげてください。
こんな感じ。ここうすると、途端なんか絵が上手い人の描くチェックっていうか、こう見える見える。制服とかに使われたり、ちょっとバーバリー的な雰囲気って言えばいいかな。見える見える。そういう高価なチェックに見えるので、簡単だけどいい感じに見えるので、やり方おすすめです。で、これも使い勝手がいいのは制服のスカートとかズボンとか。じゃあちょっとここに使用例書いていきます。はい。それもビーって引くんじゃなくて、この一本一本こうやってやれることがいいってこと？そう、全部まとめてもちろんやってもいいんだけど、そうするとのっぺりしちゃって、せっかく描いた服の立体感がなくなっちゃうんだよね。そうなんだ。だから、あえて洋服の立体感を出すために、めんどくさくない時は、私はちゃんとこの布切れ一枚一枚に素材用の絵をこうやって、パターンを描くようにしている。こっちの方がやっぱよく見える。自分で描かなくて素材を貼り込むって時でも、布一個一個でずらすようにしてる。そういうこと。スカートのプリーツ一個一個で。これだけで全然なんかね、ちょっと違うの、やっぱ見え方が。一枚ベターって貼るのとは立体感がね。という感じです。じゃあ次いきます。次はですね、花柄です。花ね。花柄は要は花を描けばいいんだけど、どんな花を描いてもそれは花柄なんだけど、細かい花柄は可愛いんだけど、ちょっと難しいんでみんな描くのが。花の種類によっても難しい。私がおすすめしたいのは結構大きなデザインチックな花柄です。描いていきます。まず、うねうねした五角形を描きます。こんな感じで、うねうねした五角形。この時極力ね、丸みをポコポコ帯びさせてあげるといいと思う。そしたらこの真ん中に丸を描いてあげる。そうしたらこれどっちを塗ってもいいです。鼻の中を塗ってもいいし、周りを塗ってもいいけど、今回はちょっと少ない方でこっちを塗っていきます。花柄や。こんな感じ。こんな感じで、貴族に描いてあげることで、なんかレトロおしゃれみたいな。昔のちょっとレトロな大柄の花柄に見えて、これね、すごく簡単だし描くの。でも、結構アイテムとしてガツンと入るので、なんか強調させたい小物とか、洋服のプリントとかにおすすめです。じゃあちょっと実用例、ここに。今回はポーチに描いていきたいと思います。で、大事なのはこういう風に、切れてる花を用意してあげること。これが全部画面に収まるように花を描いてしまうと、布が切れてる感じが減ってしまうのね。だから、やっぱ洋服とかの布って、柄が予期せぬとこでプリントが切れてたりする。それをちゃんと忘れずに描いてあげるっていうのが大事かなと思います。こんな感じ。あえてここは塗んないけど、こんな感じになります。可愛い、おしゃれだよね。女子が持ってそうなポーチになるでしょ。はい。5つ目はですね、ボタニカル柄です。ボタニカルもめっちゃあるわ。要は、植物柄。アロハシャツだったりとか、結構メンズのシャツなんかに使いやすい。てか、新本先生がめっちゃ描いてるイメージあるんだよね。でも結構難しいってイメージある人多いと思うんだよね、ボタニカルの柄っていうのは。でもね、案外描き方のコツさえ覚えちゃえば簡単なので、葉っぱをいっぱい描いていきたいんだけど、まず1本、スッて線を描く。そうしたらそこに沿うような形で細かい葉っぱをいっぱい描いてってあげる。そっちのパターンの葉っぱにするんだ。モンステラみたいな葉っぱもあるんだけど、モンステラみたいな方描くのかと思った。モンステラの形のが難しいと思って初心者の人だと。あっちは難しいんだ。こんな感じで最後先端に1本葉っぱを描いてあげる。これをいっぱい重ねてどんどん描いていきます。なるほどね。ランダムにいろんな方向に、ポイントとしてはランダムにいろんな方向に描いていくのが大事。そういう絵にも見える。こんな感じです。で、これをもう全面に描くともボタニカルな感じになるので。で、おすすめの使い方したアロハシャツとか。で、今回使用例を書くんだけど、じゃあ S 君がさっきね、先生がよく書く、モンステラっぽい葉っぱのことを言ってるから、ぜひそれもこっちに書いてみたいと思います。それは今はこれちょっと葉っぱを一個一個書いていけばよかったけど、モンステラの葉っぱっていうのは、確かにモンステラ難しいね。これは初心者の人にはね、いきなりかけっていうのはね、すごい難しいの。こういう葉っぱをかける人がいればだよ。もしこのかける人がいれば、こういう葉っぱをぜひ、隙間を巻いた、切れ込みが入った葉っぱみたいなのを描いてあげてください。うまいな、モンステラ。日頃育てて見てるから。こんな感じでモンステラの葉っぱを描いた後に、これを描き足してあげる。そうすると、より、なんか本当に、ちゃんとした、なんていうのかな、ボタニカルの、本当に売ってそうな、シャツのデザイン描けます。確かに、なんか一種類じゃなかった気もするわ。そうでしょ？何種類も、なんか、葉っぱがあった気がするね。
あ色はね、どこを塗ってってもいいから、まあこういう感じで描き足してあげると、おしゃれなボタニカル柄に見えると思いますので、ぜひやってみてください。緑とかで塗ってね。じゃあ次の柄いきたいと思います。はい。次はですね、和風柄です。和風？和柄。着物みたいな。そうそうそう。で、和風柄いくつかあって、だからちょっとここ分割して描きやすいのを2個おすすめしたいと思います。じゃあまず本当にみんなも絶対知ってる有名な和風柄。均等に縦線を描く。そしてこれも絶対に均等な間隔で横線を描く。そうしたらこの四角の中を順番に一マスずつ模様がずれるように塗っていく。炭治郎ね。そうそう、その通りです。炭治郎ね。まあ、ちなみにこれ和風柄だけじゃなくて、なんかチェッカーみたいなイメージで、なんか全然洋風のチェスのね、マスだったりとか、洋風のやつでもよくあるんだけど、まあ日本人にとるとこれは一松模様っていう、そう、要はまあ炭治郎の羽織のイメージが一番強いけど、着物とかでも使えるような、まあオーソドックスな柄です。で、もう一つ私が中学生の時にドハマりしてずっと描いてた柄があるのよ。マジで何？それがね、名前を知らなかったの。で、さっきちょっと調べたんだけど、セイガイハっていうらしいの。セイガイハ？聞いたことないんだけど。私初めて知ったの。まあでもただどういう柄かみんな見たことがあると思う。見ればわかるんですね。ポコって山を描く。ポコって山を描くじゃない。で、この中に2本線を描き足す。均等に。均等に。そしたらこの2個の山の中にもう一回ポコって山を描き足す。で、中に2本線を描き足す。ここの横にもこうやって2本線を描き足してっていうのを無限に繰り返してる。ある。これセイガイハって言うんだ。言うんだよ。初めて知った。私もさっき調べて。めっちゃ見るわ。これね、私中学の時にこの柄にドハマりして、私ずっと描いてたんだよね、自分のキャラクターの服に。これ？こういうの黙々と描いてるの結構好きなのよ。なんかこの黙々と服には描いたりもしたけど、背景とかをこれで埋めたりしてた。ありだね。和風キャラ描いたらありだね。ありなのよ。これ意外とちょっと大変そうだけど、こうずっと描いていけば無で描けるっていうの感じです。じゃあちょっと巾着とかがいいかな。あとやっぱり着物、帯とかにおすすめ和柄は、まあちょっと描いていきたいと思います。まあどっち描いてもいいから、まあわかりやすいこっちの方描こうかなと思うんだけど、まあただ全面これをね、やってもいいんだけど、ぜひ和風系の柄を描く人にあとおすすめしたいのが、こう桜の模様をちょっと散らしてみるっていう。こういう先が切れた、こういうものをワンポイントとしてよかったら、こういうところに少し描いてあげる。事前に。こんな感じで。描いた上で、この柄を後ろとかの背景になるべくやっぱこれもね、布の形を少し意識してあげるといいと思うんだけど、まあこんな感じで描いてあげると、凝った和風の柄に見えるので、よかったらこういう刺繍みたいなのも入れてあげてください。まあ桜の組み合わせはめちゃくちゃおすすめです。じゃあ次、7つ目いきたいと思います。7つ目はですね、迷彩柄です。迷彩ね。カモフラージュ柄とも言うかな。まあみんな知ってるよね。で、これこそが今回この鉛筆を使った実は真髄でもあるんだけど、迷彩柄はどうも一色じゃちょっと表しづらい。3色ぐらい欲しい。なるほどね。柄なのね。だから今回は濃淡を出せる鉛筆の勝ち組時期がこれでやってくんのよ。じゃあまず描き方は、さっきのこの花ちょっと思い出してほしい。このウニウニした感じ。それをべちょっと潰した雲のようなウニに、こういう感じのウニをランダムにまず何個か描いていきます。こんな感じ。そしたらね、それを頑張って黒く塗りつぶす。結構これは力を入れて黒目に塗りつぶしてください。真っ黒にしちゃっていい？そうもう真っ黒でいいです。真っ黒でこんな感じで黒く塗りました。次にちょっとだけ力を弱めて、この黒いウニウニの横に別のウニウニをちょっと模様を描いていきます。こんな感じで。そしたらこのさっきよりも弱い力で中を塗ってってあげてください。ぜひここでさっきの黒よりも淡いグレーになるようなイメージで塗ってってあげてください。そうすることで徐々にカモフラージュ柄になっていきます。さらにもう一個薄いのを描き足してってあげてください。これがもうだからもっと薄い力でよかったら。じゃあ本当に最初濃くないといけないね。そう、最初濃い方がいい。めっちゃ濃くそういうこと。で、この2回目の濃淡、この濃淡の出し方が難しいな、私も。ちょっと柄がずれないといけないからな。ちょっとだから2回目と3回目も色の違いが出ない。正直今の2色でもバランスよく全体が塗れてたらいいの。濃い薄いだとベースの白があるから
それ3色ぐらいあればもう十分カモフラに見えるから。でもまあもう1色ぐらいちょっと薄めの色をバで足せるとより迷彩っぽく見えてくるからいいかなとは思います。まあこんな感じ。まあ見えなくなる。まあこれがちょっと私丸っぽかったけど、もっとギザギザさせたらもっとよりハードな迷彩に見えるしっていう感じ。まあでもこれ引いたら多分迷彩に結構見えるから。で、おすすめなのがキャップとかのデザイン。ただ、キャップで私が使うときおすすめなのは、ここの部分はね、白いことが多い。で、ここになんかね、ロゴが入ってることが結構多いの。なので、つばの部分とこの国分の2面より後ろの部分に迷彩柄を描いていくのが結構おすすめです。早速描いていきます。まあこんな感じです。見える見える。見えるでしょ。これさっき丸めだけど、こっちはちょっとギザギザめにしてみた。まあこれ好みなんだよね。どっちでも大丈夫。で、まあ最後にもし帽子とかだったら、こういうところにロゴをね、まあニューヨークのNY って入れとくけど、まあこんな感じで入れといたりすると、まあよりキャップっぽくなるかなとは思います。確かに確かに。まあでも別にこういう使い方があるよという一例です。じゃあ最後に、アニマル柄です。アニマル、ヒョウとかそういうこと？そうね。で、今回も和柄と一緒で2パターン描きやすいのあるから教えたいと思います。イメージとしては、ゼブラとヒョウしか出てこないんだけど、まあその通り。でもその通り。その通り。1個はヒョウ柄、1個はゼブラ柄。で、簡単な方で、まずゼブラ柄。色を変えたら虎柄にも見える。なるほどね。白と黒にするとゼブラ。で、黄色に黒にすると虎に見える。そういうことね。で、それの描き方はすごく簡単で、こういうとんがった細いものあるじゃない？で、この中を塗りつぶす。これを結構交互の感じで、こう、いっぱいこういう形で描いていきます。こういう感じ。まあこれね、だからベースが黄色だと虎柄に見えるし、このもうベースが白黒だとシマウマ柄に見える。で、とにかくこの縦長くこう隙間を埋めていくような感じで白を残しながら塗っていくのが大事です。で次、ヒョウ柄です。ヒョウ柄もまたこれ2色使いしてほしくて、まずなるべく濃い色で3個、1、2、3個途切れがあるような丸を描いていってください。こんな感じで描いていきます。そしたらこの中を薄く塗ってってあげてください、色を。こんな感じ。こうするとヒョウ柄描けます。で、まあ使うポイントなんだけど、正直洋服全面とかでもいいんだけど。まあそれこそ T シャツじゃなくて、シャツ。そう、ただ結構アニマル柄っていうのは主張が強くて、もう使うとめっちゃ強い人間になるから、まあおすすめはね、こうハイヒールとかでワンポイント。使うのがおすすめかなと思うので、ちょっと描いてってみます。という感じで、まあ今回は全部で8種類、まあ厳密に言うと10種類の柄の描き方を教えてみました。全然やっぱよく見えるわ。でもあんまりさ、思っていたより工程見たら、自分でも描けるかもっていう感じだったでしょ。だからぜひこれみんな一回覚えてもらって、自分のイラストに描いて他の人にちょっと見せてください。多分ね、みんな急にこの人絵上手くなったなって絶対思うから。今はさ、素材っていうものもいっぱいあるけど、やっぱその自分の絵と素材のクオリティが違いすぎてさ。そうなの。あんまり素材を使いこなすのって画力が必要だったりする。難しいよね。その画力を身につけるためにもね、最初の頃はこういうことに挑戦してみんでも、結構ハマる人にはハマると思うし。やっぱムームが夢中で描ける。そう、もう柄だけ描いたっていいんだから、もう描きたい日はね。ということで、ぜひよかったらちょっと練習してみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下田慎と。バイバーイ。